今年どんなバイクが発売されるんだろうね。春に向けてワクワクしますね。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。今年発売されるバイクについて話していました。気になるよね。じゃあ今年の新型モデルと大幅アップデートされるモデルをまとめてみようか。こんにちは、ペンタロウです。例年年始から春に向けて続々発売情報が公開されますが、今年発売される見込みのもの、もしかしたら発売されるものをまとめて紹介します。スズキ GSX-8T。 まずはスズキの GSX-8T。 ジャパンモビリティショーでも展示されてたね。今年の発売は確定していますが、価格などのリリースが待ち遠しいです。そろそろ発表かな。この動画が配信される頃には発表されてるかも。丸めネイキッドのネオクラシック系は最近ホットです。値段は139万円の CB1000F がいるからきつそう。 8R の120万円と同価くらいでないと販売は厳しい戦いでしょうか。 CB1000F と GSX-8R を持っているペンタロウの感覚だと130万円って言われると CB1000F を選ぶかな。感覚的にちょっとプラスで 1000F 買えちゃう感じだもんね。 8R と同じ値段だったらその場の勢い次第で CB1000F とどっち選ぶかわからない。20万円差あると確かにこっち選ぶかもしれません。見た目とかがっつり刺さった人だけターゲットにする手もあるけど、あとはスズキ好き、ホンダ嫌いっていう人もターゲットだね。何にせよ GSX-8 シリーズは完成度高いですよね。ネガティブ面がなくて買って後悔しないと思うバイクの一つ。足りないのは癖の強さかな。そう、癖が強くてこそバイクという思考の人には合わないかも。ペンタロウさんは GSX-8T と TT どっちが好き？比べると TT の方が好きかな。って買わないからね。ホンダ CB1000GT。 ホンダの CB1000GT はツアラー系だね。スポーツツアラーって書いてあるよ。ペンタロウ独自分類ではこの辺アドベンチャーって呼んでる。大枠似たようなジャンルですしね。ピザとピッツァ。だからピザとピッツァは違うよ。相変わらずそここだわるね。CB1000GT は CB1000 ホーネットベースで直立姿勢、大きめスクリーン、電子制御サスペンションというあたりが大きな変更点。電子制御サスペンションでこのスタイルというと、スズキ GSX-S1000GX が思い浮かびます。あちらは205万7000円だね。ヤマハのトレーサー 9GT も似てるよね。トレーサー 9GT も電子制御サスペンションで159万5000円。ヤマハコスパいいね。CB1000GT は200万弱くらいじゃないかという噂があります。値段考えるとトレーサー 9GT もいいかな感あるけど、ホンダのニュースページではパニアケースがついていますね。パニアケースは標準で日本でつくかは不明だけど、つかないんじゃない？川崎のベルシス X250 はパニア標準装備だったね。そういうのレアケースだと思う。CB1000 シリーズはこれでストファイのホーネット、丸めネイキッドの F、ツアラーの GT とラインナップが増えました。 SS の CBR は新型エンジンでもう存在してるから、ファミリーはここで打ち止めかな。ホンダは相変わらず層が厚いね。スズキ SV7GX、 そしてスズキの SV7GX。 SV650 が終了したと思ったらすぐ出たね。こちらも今年国内発売でしょう。 GSX-S1000GX の小型版みたいな位置づけに見えるね。電子制御スロットル、ドライブモード、トラクションコントロール、クイックシフター、イージースタートシステム、ロー RPM アシストと従来の SV から大幅にアップデートしています。ナックルカバーとキャリアも標準装備みたいだね。このまますぐ旅できるぞっていう仕様に見える。エンジンは SV650 のものが使われてるんだよね。そうですね。排気量も 645cc のままです。 V ツインエンジン残してくれたのがありがたいね。でもなんで 645cc なのに7なんだろう。川崎の Z900RS は 948cc で名前は900だけど、四捨五入しても900だよね。四捨五入して600のところ切り上げちゃうスズキの大胆さが好きです。まあ誰も突っ込まないでしょ。 SV7 シリーズは今後他にも出るのかな。今時一車種だけの展開は珍しいですし、今後 1,2 車種出てくるんじゃないでしょうか。 GX で来たから V ストはなし。ストファイと丸めは 8S や 8T と被るよね。
じゃあクルーザーとかどうかな。いいかもね。ちょっとエンジンのセッティング変えて雰囲気出してもらって。それちょっと欲しいですね。 SV のフレームは低めだからリアフレームいじればギリギリどうにかなるかな。 GSX-R7 っていうのも面白いかもね。 8R みたいにゆったり姿勢じゃなくて R1000R みたいにガチガチ系ね。パニガーレ V2 の小さいやつみたいな。 V ツインの SS は楽しそう。とまあいい加減な想像してるけど SV7 系の今後はとっても気になるね。川崎 Z900RS、 相変わらず売れている川崎 Z900RS。 こちらは今回大幅アップデートです。ついに電子制御スロットルになったんだよね。だいぶ遅ればせながらだったけど CB1000F でヤバめな今にわざと合わせたのかもしれません。クイックシフター、クルーズコントロール、 IMU あたりが目立った追加装備かな。スマホ連携って書いてあるよ。川崎のスマホ連携というのは基本ゴミなので無視してください。価格は152万9000円。これまで148万5000円だったから4万4000円アップ。ブラックボールエディションという名前つけて値上げを幾分かごまかした感じです。 SE は183万7000円。従来170万5000円だったところ13万2000円アップとえげつないです。ドラレコと USB を9万円で抱き合わせてきたね。ドラレコは原価安いですしぼったくり感は否めません。標準モデルもこれくらい値上げしたかったんだろうけど CB1000F が139万円だからこれ以上値上げしたらほぼ持ってかれて焼け跡必至だったね。 CB1000F も完成度高いしね。よほど見た目にこだわりがなければ性能価格面では Z900RS を選ぶ積極的な理由はなさそうです。戦いは熾烈を極めそうだね。川崎プラザという Z900RS 一本で持ってる綱渡りのビジネスモデルの行く末が決まる年になるかもしれない。なんとか持ちこたえてほしいね。ヤマハ YZF-R7、 初年度そこそこ売れた後空気な感じのヤマハ R7。 今回爆裂大幅アップデートします。 MT-07 に遅れて電スロ化だよね。電子制御スロットル、6軸 IMU、クルーズコントロール、エンジンブレーキマネジメント、バックスリップレギュレーター、第3世代クイックシフター、タンク形状の変更とかいろいろ。もはや別のバイクくらい走行感覚変わってそう。70周年シリーズという特別色のモデルたちが YZF 全体で投入されます。漏れなく R7 もね。国内リリースが待ち遠しいね。春までにリリースが出そうな予感がします。例年の動きだとそんな感じがするね。これで700シリーズもみんな電スロ化したんだね。いや XSR700 がまだ。大丈夫でしょうか。高山病になりそうなくらい薄い空気感の XSR700 だよね。アップデートしてくれないからね。見た目変えず MT-07 のメカ移植して更新しそうな気もしますが、信じて待つことにしよう。ホンダ新型 CB400 スーパーフォア。 CB400 スーパーフォアの新しいのが出るんでしょ。中国のイベントで CB500 が発表されていました。日本では400で売る想定だね。中国では夏くらいに500が発売みたいな噂もされています。そうすると日本では秋くらいに発表があるかな。上半期は CB1000F を売り込んでいるので一息ついてから発表するんじゃないでしょうか。 CB1000F の見た目の方向性に近い感じするね。兄弟感が出てるね。ペンタロウさん、買っちゃダメだよ。もちろん今年はバイクを減らすのだ。まあ話半分で聞いておきます。ホンダ V3R900。 ホンダの V 型3気筒エンジン。 V3R900E コンプレッサープロトタイプという名前です。今のところプロトタイプだけどほぼこのままの形で発売だろうね。電子制御で下級してハイパワーを発揮するすごいマシンのようです。ターボみたいな感じ。そんな感じ。電子式ターボみたいなイメージで機械式ターボより緻密でレスポンスいいらしいよ。下級機なしの NA モデルも発売されるかもしれません。900の V3 なら NA でも十分にパワフルだろうね。ペンタロウさん、分かってる買わないから。 MV アグスタ5気筒エンジン。 MV アグスタが5気筒作ってるそうで本気で発売するみたいですね。でも今年は無理でしょ。去年の秋にあと1年はかかるって言ってたから今年はちょっと難しそうだね。
直列5気筒ではなく前後2列に並ぶようです。ということは V 型5気筒とも言えるのかな。そういうことになるんですかね。ホンダの V3 といいアシンメトリーエンジンが流行なのかな。技術の進歩は面白いね。ホンダ E クラッチ群。ホンダの E クラッチがいよいよ全方位展開してくるみたい。 CB750 ホーネットトランザルプのコンビ、 CBR400R、NX400 のコンビにも搭載されます。400にいいクラッチつくと需要ありそう。もともと扱いやすくて何でもできるバイクだからさらに有能になるね。750まで上がってきたので 1000cc クラスも目前でしょう。来年くらいに CB1000 系の E クラッチが出て Z900RS の息の根を止めるつもりかな。ホンダさん本気で潰す気だよね。 CB1000R が Z900RS にコテンパンにやられていつかやり返そうと仕込んでたのかもね。王者ホンダとしてたとえ国内だけとはいえリッタークラスで負けるのは許せなかったんでしょう。それはさておき E クラッチの搭載車種が広がるのは選択肢が増えて嬉しいね。ホンダ WN7。 ホンダの電動バイク。ペンタロウさんの ZE1 みたく50キロとかしか走れないのかな。航続距離は130キロ以上あるみたいですよ。50キロ圏内くらいなんとかいけそうだね。最初はそうですが時間経過でバッテリー弱るので 2,3 年後は30キロ圏でしょうか。電動ならではのパワーあるんでしょ。ピークトルク100ニュートンメートルくらい。 ZE1 が40ニュートンメートルだから 2.5 倍のトルクだね。車重は200キロ以上あるので CB1000F くらいです。走り出し早いのは間違いなさそう。スズキ GSX-R1000R。 R1000R 復活だね。エンジンと車体は既存ベースでアップデート、それと各種電子制御関連がアップデートしたようです。黄色いいね。青のコントラストがまたいいね。モノクロ液晶なのがスズキらしいです。地図表示とかなければカラーでもモノクロでも大して変わらないからね。他のモデルと共用すればコストかからなそうですが、サイズが違うので面倒だったんですかね。いつ頃発売なんだろう。多分今年発売だと思うけど、国内発売は来年とかもありえるかもね。ビモータ定時 H2 テラ。高級バイクビモータだね。KB998 リミニの方は少し遅れたものの無事発売されました。テラはスーパーチャージャー H2 のエンジンを積んだアドベンチャー感があるモデル。アドベンチャーとかクロスオーバーとかいろいろ名前あるよね。タイヤがボコってるのでメーカーはアドベンチャーと呼ぶでしょうか。川崎のベルシスと近い形だけど、この辺はヤマハとかスポーツツアラーって呼んでる。そもそも定義がないのでみんなアドベンチャーが分かりやすそうですが、一体いくらくらいになるんだろう。KB998 が700万円くらいだから H2 エンジン積んだテラは1000万円かな。いずれにせよお高いんでしょう。庶民には買えないね。そういえばペンタロウさん、今年の抱負は減車って言ってたよね。その通り。四捨五入して30代に足突っ込んじゃってますが、四捨五入して10代を目指そう。じゃあできなかったら罰ゲームだね。いいですね、罰ゲーム。いやー、努力目標ってことで。早速罰ゲーム考えとこう。そうですね、来年の新年会が楽しみです。努力目標でお願いします。今回こちらの世界のペンタロウは減車できないと罰ゲーム食らうようですが、今年もいろいろなバイクの発売や面白いネタがたくさんあるので楽しみですね。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。